こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、富士スピードウェイ最悪の事故となった1974年富士グランチャンピオンレース多重事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。まず1974年って昔すぎてよくわからないわね。その頃のレースってどんな感じだったの？当時、モータースポーツは世間にあまり浸透していなかった。多くの人が F1 を知らなかっただろう。暴走族が最盛期だったこともあり、モータースポーツは暴走行為を助長するとまで言われ廃止が議論されていた。一方で自動車メーカー同士の技術競争は過熱しており、メーカーは威信をかけてマシンやレーサーを揃え、レースに挑んだ。また、モータースポーツファンの人口もそれほど少ないわけではなく、国内最大規模となる日本グランプリは毎年約10万人を動員していた。今よりも関心は二極化していたと言える時代だな。一般にモータースポーツが知れ渡るのは1986年のバブル景気到来、1987年の F1 日本戦開催のあたりだ。ついでに今回紹介する富士グランチャンピオンレースの成り立ちについても触れておこう。説明したように当時陰ながら人気のあった日本のモータースポーツ界だが、1970年、ある戦慄が走った。アメリカでマスキー法が制定されたんだ。知らないわね。マスキー法って？排気ガス内の有害物質をこれまでの10分の1にしないとアメリカで自動車販売ができなくなるという法律だ。アメリカが販売の主戦場だった日本の自動車メーカーは大慌てでエンジンの改良に取り掛かった。自動車メーカーはモータースポーツに投資できる状況ではなくなり、まず、日本で当時レース界最強だった日産、続いてトヨタが日本グランプリからの撤退を表明した。最終的に日本自動車連盟は1970年の日本グランプリ中止を発表した。ファン、サーキット関係者、レーサー、すべてのモータースポーツ関係者にとって衝撃だった。国内最大のレースだったんでしょ？中止になっちゃって、サーキットは大丈夫なの？鈴鹿サーキットはご存知ホンダが運営しており、経営が多少苦しくなってもサーキットはホンダの理念の象徴であるため閉鎖されることなどありえないだろう。しかし富士スピードウェイは違う。当時経営していた三菱グループの三菱地所は良くも悪くも不動産会社だ。レース業界の将来を憂いて赤字のサーキットを維持し続ける理念は持ち合わせていない。赤字が続けば早々に切られてしまうだろう。富士スピードウェイは自動車メーカーの撤退が続出したモータースポーツ業界において、生き残りを図るため早急に次の一手を打つ必要があった。そこで発表されたのが富士グランチャンピオンレースの開催だ。自動車メーカーが特別チューンを施したワークスエンジンをあえて使用禁止とし、メーカーよりもレーサー個人を主役に据えて集客した。富士グラチャンは大当たりした。モータースポーツ業界が陰ってもファンが減っているわけではない。ファンも大イベントの開催を待ちわびていたんだ。また、立地も良かった。富士グラチャンは年間6000前後開催されたが、首都圏に近い富士スピードウェイは関東からのアクセスが良く、観客が通いやすかった。日本最大のレースだった日本グランプリに代わって誕生したのが、富士グラチャンなのね。初回の1971年は参加台数22台、1972年は28台、1973年は参加台数32台で、観客数は年間27万人だ。富士グラチャンは着実に規模を大きくしていった。だが、ここでまたしても試練の時を迎える。どうしたの？ 1973年末に第一次オイルショックが起こった。ガソリンはリッター66円が98円に跳ね上がり、トイレットペーパーなどの買い占め騒動が起こった。影響はモータースポーツ業界にも及んだ。運輸省は日本自動車連盟や自動車メーカー、サーキットにレースの自粛を要請した。この要請を受け富士スピードウェイは1974年3月に開催予定だった富士グラチャン第一戦を一旦延期する。だが収益の6割を占める富士グラチャンを延期したままにしておくわけにはいかない。第一戦は社会情勢を注視しつつ、1974年5月に開催された。観客数は69,500人。過去最高を記録した。ファンはやはりレースを渇望していたんだ。だがレース活動を自粛しているチームが多く、参加台数は17台と少なかった。そして1974年6月、悲劇の舞台となった第2戦が開催された。いよいよね。解説頼むわね。まず6月1日、決勝レースのスタート位置を決める予選が行われた。規定時間内にコースを何周もすることができ、その中のベストタイムでスタート位置が決まる。トップは黒沢元春選手、2番手は高橋国光選手、3番手は北野元選手だった。この3人がそのまま今回解説する決勝レース事故の中心的な人物だ。この予選はこれまでと異なり殺気が漂う予選だったという。
なぜだかわかるか？いやわからないわよ。教えてよ。今回の藤倉ちゃん第2戦決勝レースで走る距離は異例の短さだった。よって決勝レースで勝つにはスタート位置やスタートダッシュが非常に重要だったんだ。ちなみに通常の藤倉ちゃんだと1レースの場合は1周約6キロのコースを40周か50周して戦う。2ヒート制の時でも1ヒート40周程度はするもんだ。それが今回はオイルショックの影響で第1ヒート15周、第2ヒート20周の計たった35周だ。ヒートって？まあ前半戦、後半戦みたいなもんだな。それぞれスタートとゴールがあり、観客は1日で2レース分を楽しむことができる。応援しているチームがリタイアで退場したらそこから先は見ててもつまんないだろ？ヒート制であれば、観客は次のヒートでまたひいきのチームを応援できるわけだ。1日で2度美味しい。観客を楽しませるための工夫がヒート制だ。それぞれのヒートで上位入賞者にポイントが付与される。2ヒート目の方が走行距離が長い分ポイントも大きい。両ヒートの合計ポイントが最も多いチームが優勝となる。なるほど、ヒート制はよくわかったわ。じゃあまずは6月2日、11時25分に開始された決勝レースの第1ヒートだ。参加台数は18台だった。藤倉ちゃんは静止状態からの用意ドンではなく、ローリングスタートで始まる。ローリングするの？意味はよくわからないけどパワー感がある響きね。最低1周、場合によっては2周か3周、予選で決まった順に並んでやや低速で周回するんだ。そしてフラッグで合図があったら走行状態のままレーススタートとなる。静止状態からのスタートだとマシントラブルなどで発進できない車両が事故を誘発したり、スタートを待ってる間にタイヤが冷えて滑ったりするからな。そういった危険がないのがローリングスタートだ。まあ走りながらスタートするっていうのはそれはそれでリスクや損得があるけどな。第1ヒートはローリングで1周した後、スタートが切られた。黒沢がスタートで出遅れ、高橋、黒沢、北野の順で1周目を回った。黒沢はさらに後退したが、後半徐々に追い上げた。2位の北野を13周目で抜き、トップの高橋に肉薄した。だが残り2周では差は埋まらず、高橋が逃げ切った。第1ヒートはトップが高橋、2位が黒沢、3位が北野で決着した。そして午後1時25分、第2ヒートに向けたミーティングが行われたが、これが荒れに荒れた。第2ヒートもローリングスタートです。隊列を乱さないように。隊列が整うまではローリング状態となり、スタートが切られません。第1ヒートのローリングは私が先頭でしたが、少し遅れ交代しました。それなのになぜスタートが切られたんですか？おかげで出遅れて2位でした。あのスタートは不公平で納得いかない。次あんなことがあったらもう走らないからな。おかしいのは君だ。左右に車体を振って、ローギアで急加速、減速をしていたのを見た。あんな荒れた運転はすべきではない。頭を冷やしなさい。第2ヒートは2周以上ローリングします。隊列を整え走るように。そして午後2時ちょうど、第2ヒートが開始された。1台が危険し17台が参加していた。ローリングスタートを先導する日産フェアレディ 240Z の先導はかなり早かった。予選トップの黒沢が1分43秒のラップタイムだったのに対し、2分と数秒のタイムで先導したという。だが150メートルの長さにわたって組まれたレーシングカーの隊列は全く乱れることなく、先導に従った。そして2周の先導を終了し、先導車はコース外に退避した。ホームストレートでグリーンフラッグが振られ、レースが開始となった。午後2時5分44秒のことだ。各マシンは一斉に加速した。まだ隊列は乱れることなく、フォーメーションが意識されているかのような陣形だ。スタートは大変美しかったという。第1ヒートと違い、皆納得のいくスタートだったのね。ストレートの終わりにある1コーナーは富士スピードウェイの名物とも言われる30度バンクだ。最大30度の傾きがあるため各マシンは全開でもコースアウトすることなく、全速でコーナリングすることができる。ただ全開で走れる走行ラインはコーナー外側に立った1本しかない。少しでもコーナー内側に入ると傾きが足らず、マシンは曲がりきれないため速度を落とす必要がある。その最速で走れる1本の走行ラインを獲得するため、選手同士の駆け引きはすぐ始まり、陣形は乱れた。すぐラインに向かうマシンもいれば、スリップストリームといって前車のすぐ後ろについた方が空気抵抗が少なく速度が乗るため、コーナーギリギリまで前車に張り付くマシンもいた。トップの高橋は容易に最速ラインにありつくことができた。2番手の黒沢は、高橋のスリップに入って高橋を抜こうとしたが、速度が足らず戻った。集団はスタート位置から520メートル先の7番待機所に近づいた。5速にシフトアップし、時速230キロ前後出ていた。ここで2番手の黒沢と3番手の北野のマシンが接触する。接触は3秒間の間に3回。
激しいデッドヒートだ。3回目の接触で北野のマシンは弾き飛ばされ、マシン左側がコース外の芝生に乗ってしまう。北野のマシンはコントロール不能となった。このままだと200メートル先にある1コーナーのガードレールに横から激突し大惨事となってしまう。マシンは芝生で激しく揺られており、マシンのフロントカウルが一瞬浮き上がった。黒沢のマシンとの接触時、フロントカウルの留め具が破壊されていたようだ。フロントカウルはマシンにぶつかる空気を制御するため高速域では非常に重要なパーツだ。北野のマシンは突然空気抵抗の壁にぶつかったも同然の状態となった。運よく、というと語弊があるが、マシンは向きを変えた。ガードレールへの衝突は回避されたんだ。だが、向かった先はコース中央だった。マシンはコントロールを失っており、北野はどうすることもできなかった。マシンは3秒ほどでコースを横切ったが、その間に5台のマシンと次々と衝突することになる。最初に衝突したのは高原則武のマシンだ。衝突の衝撃で高原のマシンの左リアタイヤが破裂した。高原のマシンは暴れ、第1コーナーのイン側へ飛ばされた。高原のマシンも北野同様コースを横断したと言えるが、他のマシンにさらにぶつかるような二次被害が出なかったのは右側に飛んでいったからだろう。各マシンは第1コーナーの進入に備え左寄りを走っていたからな。その点は不幸中の幸いだった。北野のマシンは次に、前が風戸博士、後ろが鈴木誠一の隊列に突っ込んだ。マシンは風戸の左リア、鈴木の左フロントに衝突した。この衝突には死神がついていたようだ。衝突された2台の行く末は生産を極めた。後ほど語ろう。北野と風戸、鈴木の衝突を見て、後続の米山二郎はとっさに右にハンドルを切りつつフルブレーキングした。だがそこには川口義正のマシンがいた。米山のマシンの右フロントと川口のマシンの左リアが衝突してしまった。そこに北野のマシンが飛んできた。なんかもうめちゃくちゃね。米山のマシン後部と北野のマシンの全部が接触した。米山のマシンは前は川口、後ろは北野からダメージを受け、高原同様に第1コーナーイン側の芝生に突っ込んだ。北野のマシンは米山との衝突で向きを変え、右寄りに対し減速していた漆原則光のマシンに衝突した。直前、漆原は北野のコースを読んで逃げたつもりだったが北野が米山と衝突しコースが変わったことで、かえって北野のコース上に来てしまったんだ。衝突時、漆原は今まで受けたことのない衝撃が走り、ヘルメットをハンドルに打ち付けた。しかしレース直前にハンドルにつけた干渉パッドのおかげで無事だった。衝突により漆原のマシンは北野のマシンの上部に乗り上げ、2台が重なる格好となった。重なったままスリップ状態となり、2台はコースアウトを始めた。止まりきる前に北野のマシンは発火した。コース外までスリップし、2台は止まった。日が迫っていたが、北野のマシンは5台に衝突した上漆原のマシンが上に乗った状態だ。脱出は困難だった。北野は諦めかけたが、上の漆原が脱出した衝撃でマシンが動き、2台の間に30センチほどの隙間ができた。そこから命からがら脱出することができた。そして脱出直後のことだった。スタート直後だったからマシンはガソリンを満タンに積んでいたわけだ。ガソリンに引火したのか、2台は一気に爆発、炎上した。2人とも九死に一生だったわね。他の選手は大丈夫だったのかしら。脱出した北野、漆原は米山の脱出を手伝った。また川口、高原も自力でマシンから脱出することができた。マシンは激しく破損しているが選手たちは無事だった。風戸博士、鈴木誠一を除いて。では2人のマシンの動きを追っていこう。北野のマシンは風戸のマシンの左リアに衝突した。風戸のマシンは半時計回りにスピンし、進路を左に変えた。マシンは時速200キロ以上でガードレールに衝突した。そのまま支柱を車体に巻き込み、ガードレールをめくり上げ、信号灯をなぎ倒し、ようやく止まった。マシンは間もなく満タンのガソリンタンクに火がつき、爆発、炎上した。風戸は脱出できず、炎に包まれ、消えた。風戸のマシンが通った後にはブレーキ痕がなかった。衝突時に風戸はすでに失神していたのかもしれない。もしくは風戸のマシンはコース上を滑ったのではなく、衝突の衝撃で車体が浮き、そのまま宙を舞ってガードレールに刺さったのでは、とも言われている。去年25歳。結婚やヨーロッパ F2 選手権の出場を間近に控えている中での痛ましい事故だった。一方の鈴木誠一。マシンの左フロント部が北野のマシンと接触し、時計回りにスピンした。そして風戸のマシンと同じコースを滑走し、風戸のマシンがめくり上げたガードレールの隙間を通り、ガードレールの支柱に激突して止まった。やはり激突の衝撃ですぐさま爆発、炎上し、鈴木も脱出できなかった。
鈴木の通った後はタイヤのブラックマークが強く残っていたことから、衝突後、鈴木が精一杯ブレーキを踏んだ様子が伺えた。去年37歳。今年のレースが終わったら現役を引退し、仲間と起こしたエンジン開発の会社の経営に専念する予定だったという。一つの事故で2名が犠牲になったのはレース史上、この事故だけだ。また選手以外に観客やカメラマンなど6名が火傷を負った。非常に痛ましい事故となってしまった。最後に事故後の様子を解説する。事故直後、数秒の間に救急車、消防車が飛び出し救助活動、消火活動を行った。事故が発生したら指示を待たず急行するよう体制が敷かれていたようだ。二人は医務室に運び込まれた。しかし息を吹き返すことはなかった。また、この事故で7台が大破し走行不能となったが、事故直後は残る10台でレースが続行されていた。事故後一周して集団が帰ってくると、北野はコースに出て、止まって消火を手伝うようジェスチャーした。しかし止まるマシンはなく、北野はマシンに引かれそうになる。レースが中止になり各マシンが止まったのはその次の週だ。北野は黒沢に駆け寄り殴りかかるなど、もはやスポーツイベントの雰囲気ではなかった。第2ヒートが中止となったことで、第1ヒートの結果がそのまま藤倉ちゃん第2戦の結果となった。優勝は高橋、2位黒沢、3位北野だ。また、第1コーナーの30度バンク自体が危険視され、廃止された。代わって第1コーナー手前のショートカットが本コースとして一旦使用されることとなった。なるほど、状況はよくわかったわ。でも肝心なことに触れてないわね。結局事故の原因は、黒沢選手が走行コースを守るため、北野選手のマシンを無理に押しのけたってことになるの？世間的にはそう浸透してしまった。だがその裏では様々な原因が考えられた。次の後半の動画では、事故前のタイヤ問題や移籍問題、事故後に巻き起こった日本レース史上初となる刑事事件について詳しく解説するぜ。以上、今回はまず、1974年富士グランチャンピオンレース多重事故の事実関係について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも過去に起こった大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。